今回ご紹介するドアノブの補修はナットとステンレステープを使用します。ナットが厚すぎたりテープの巻き方が悪いとそれが原因でドアが開かなくなる恐れがあります。私の CRG は補修後1年以上問題は起こっていませんが、リスクがあることをご理解の上ご覧ください。皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はCRG で最もコメントが多いですね、こちらのドアノブ、ドアが開かなくなったりする症状が多発してるみたいで、これの補修方法、修理の方をですねやる動画を上げてくださいというコメントが多数いただいております。で今回ですねその補修にちょっとチャレンジしてみたいなと。で原因はですね、このドアノブの中の小さな樹脂製かなんか、これがですね摩耗もしくは変形して、それでドアが開きにくくなるみたいです。でだったらですねその樹脂を交換すればいいじゃないかっていうお話なんですけども、ホンダの方ではですねこのドアノブアッセンブリーの交換になってしまいますので、その小さな樹脂は部品としては供給されていません。でこれをですねアッセンブリーで交換するとなると、部品代だけでだいたい1万5000円ぐらいいるらしいです。それに工賃が1万5000円ぐらい、一番マックスで3万円ぐらいの出費になって、これを当然助手席と運転席でやると6万円とかなり痛い出費になりますので、なんとかそれが自分の手で補修もしくは改善ができればこれに越したことはないということで頑張ってみますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いいたします。最初に内張りを外していきます。で前のカバーを外します。用意していただくのは内装剥がしです。こちらにフックがありますね。次にすいません、ちょっと逆光で見づらいかもしれませんが、こちらの後ろ側のカバーも外します。この下あたりに爪があります。後ろのカバーの爪は下、それと上にあります。次は内装を剥がします。最初に奥にあるカバーを外します。カバーを外すのは上にフックがありますので、これを押し下げて手前に引っ張ります。先端の硬いものをご用意ください。これが爪です。中にプラスのネジが2箇所あります。次にこの樹脂を外しますが、中にこのカバーがありますので、プラスのネジが隠れてます。このネジ1個だけですので、あとはですね内装剥がしで剥がしていきます。はい、剥がれました。で次に配線のカプラーがついていますので、これも外します。このカプラーを外す前に必ずウィンドウを閉めてください。私は閉め忘れて後でもう一度カプラーをつける羽目になりました。はい、外れました。そうすると中にプラスのネジがありますので、これを外します。これで内装を留めているすべてのネジが外れましたので、あとは内装剥がしを使ってこのパネル全体を剥がしていきます。
のドアノブが邪魔でこのパネルが外れないので、斜めにするだけでパネルを取り除くことができます。ドアライトの配線が残ってますので、これを外します。これが差し込まれていますので、力技で引っ張りました。球が少しあったかいので直接触らないようにします。内装が剥がれましたので、このビニールを剥がします。注意しなければいけないのが、この黒く見えてるところですね。これが通称悪魔のブチルゴムです。これが服につくとですね、まず取れなくなるので、服につかないように気をつけてください。でなおかつですね、服につかなくても手についちゃうと、いつの間にかそれが服についてるっていうことがよくあるので、最大限の注意を払って、こちらのビニールを外していきます。こちらのブチルゴムがですね、手とか衣服につかないように養生テープを貼り付けておきます。次にこの中にあるガラスガイドを外します。後々どうも邪魔になるみたいなので、これを外します。10ミリです。次にドアラッチを留めているボルトを取ります。めちゃくちゃ硬いのでインパクトを使います。これがインパクトドライバーです。ドアノブを留めているネジを緩めます。で使うのは六角レンチですね。5ミリです。でこのドアノブを留めているボルトはこの穴より大きいので抜き取ることはできません。ですから緩めるだけです。もしこれ完全に外してしまうと、これを探すのが大変なことになりますので、とりあえず緩めるだけです。プラスのネジを外します。硬い。インパクトドライバーを使います。これでラッチがずらすことができます。ラッチをずらすと奥に六角レンチのボルトが見えます。これを外します。で、外す時に注意するのは、このボルトを落としてしまうと拾い上げるのが大変なので、落とさないように慎重に外します。外れました。組み立ての時に判明しましたが、今入れた穴よりも覗き窓から六角レンチを入れるのが正解です。ラッチを引き抜きます。
でこれ簡単に引き抜きましたが、実はこここの部分が中でワイヤでつながってますので、このワイヤを外さないとこのラッチは抜けません。そのワイヤがですね、これがその黄色いワイヤです。ご覧いただいている白いプラスチックを上に押し上げてやると外れます。先に5ミリの六角ボルトを外してあるので、これでキーシリンダーが外れます。上に持ち上げながら前方に引っ張ります。こちらがキーシリンダーですね。で、さっきラッチを外す時にくっついてたワイヤーがこちらです。で、これはさっきも言ったように、この白い、なんていうんですかね、こいつを上にワイヤー側に引き上げてやると引っこ抜けるようになります。これがキーシリンダーです。キーシリンダーを外すと、この金具を外すことができます。この金具はドアノブを留めている内側の金具ですが、ここをご覧ください。これオープンになってると思います。で、先ほどですね、外す時にこのネジですね。この六角のネジはこの穴より大きいので、これを外さずに緩めるだけっていうお話をしたんですが、これを外さずにですね、ここがオープンになってるので、これは前に引き出してやると取り外すことができます。次にスマートキーの配線を外します。こちらの留め金具はプラスチック製のものがこう中で開いてますので、それを押し込むような形で外しました。で、ここにも配線が止まっていて、これはどうもテープで巻かれているみたいなので、テープを外します。はい、外れました。ここにあった留め金具ですが、今ここに見えてますので、これで説明します。こういう風にちょっと開いているように止まっているので、これをつまんで押し込んでやれば外れます。で、もう一つ、このちょうどですね、場所で言うと、この辺分かりづらいですよね。この辺にドアの前に向かって開いているので、それをつまんでやって押し込みます。で、これがですね、絵がうまく取れません。狭いところにあるので、そこはちょっと勘弁してください。同じようにして、先ほど見ていただいたこれがこういう形でついているので、つまんで押し込みます。やってみます。はい。今ノールックでですね、指でつまんで押し込んだら簡単に外れました。こちらですね。で、フリーになったドアノブを外します。構造を解説すると、この外側を引っ張ると黒い樹脂が動いて、こちらを押し込みます。押し込みます。で、問題の樹脂がこの白い樹脂ですね。私のはあんまり症状出てなかったんですけども、やっぱりここ少し腫れています。で、これがひどくなるとドアが開かなくなる症状が起きるみたいです。このままにしておくとやがて私のも開かなくなる恐れがあるので、対策その1として、ここにですね、ステンレスのテープを巻いておこうかなと思います。それともう一つの対策ですが、構造的にこれをドアノブを開けると、この金具が下に押し下げられるのが見えると思います。で、これが押し下げられてどうなるかというと、これが内側のラッチですが、ここをですね、押し込むようになってます。
これでドアの開閉ができるんですが、裏技なんですが、こういう風に入ってます。で、ここにですね、ナットをかましてやれば、開閉が少しの開閉で、これが押し下げられますので、ここにナットをかますという裏技があるみたいなので、私もここにナットをかましてですね、少しの開閉でドアが開くようにしたいと思います。そうすれば、ここも奥まで行く必要がなくなりますので、症状が改善されると思います。使用したナットの厚みは5ミリです。ナットが厚すぎるとドアの開閉ができなくなるとの情報をいただきました。取り付けには注意が必要です。自己責任でお願いいたします。で、早速作業をやってみます。これで対策が完了したので、逆の手順で取り付けていきます。もう取り付けはですね、全く同じ手順を逆に繰り返すだけなので、省略をさせていただきます。作業が終わりました。心持ち開閉がスムーズになったように思います。私の車は症状は出てなかったんですけども、やっぱり開いてみると樹脂の部分が削れてましたので、ステンレスのテープを貼ってちょっと補強するような形をとってみました。これが強と出るかきつ出るか分かりませんが、もしこれが開閉できなくなったらもうアッセンブリ交換しなきゃならないので、考えれる手立てはやっておこうということでやってみました。ただ一つ忘れてたのが、ステンレスのテープを貼ったところにですね、本来ならグリスを塗っとくべきだと思うんですが、そこを失念してまして、組み立てがほぼ完了した時点で思い出してなかなかもう一回分解する気になれなかったので、そのままにしてますが、本来はグリス塗っとくべきだったかなと。で、作業自体はその見えないところに手を入れてするので、厄介といえば厄介なんですけども、私がやってできるので、素人でもできるだろうなっていう風な感想です。今ご覧いただいたようにですね、やっぱりボルトを入れたので開閉がよりスムーズになったなと。やる前にこの開閉の角度測っとけばよかったんですが、そこまでできてないので、もう感覚的にはだいぶこう開閉がスムーズになったっていう感覚がやっぱりするですね。ボルトを入れるっていうのが非常に効果が高いと思います。お教えいただいてありがとうございます。これ結構な、裏技じゃないかなっていうふうに思います。ただですね、今回そのボルトを入れたりとか、ステンレスのテープを巻くっていうのはあくまで自己流ですので、もしこれを参考にされる方がいらしたらですね、自己責任でお願いしたいと思います。今日はここまでになります。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。